これはええでしょ、これ。これぐらいかな。大中。おはようございます。桁ではありません。マンガンではありません。チンコギです。ちょっと今日はですね、朝まだ4時過ぎですけど、目が覚めたんで、もう降りてきました。昼漁にチンコギでちょっと行ってみたいと思います。どんな感じの漁になるのか自分もちょっと想像つきませんけど、塩は悪くない。それが爪をね、曲がりのある去年おろしたばっかりのやつに変えたんで、爪をちびさしたくないのでですね、これで硬い方へちょっとね、行ってみたいと思います。硬い方がね、ちょっと海苔が上がってるんですよね。チンコギで海苔の後、やりに行ってみましょう。今シーズンチンコギ一発目です。港の沖から、いつものところからスタートしたいと思います。さすがにやっぱり桁より浮きもんはよく入りますが、やっぱ底もんがねいまいちですね。シャコもあんまり見えんし、エビも見えない。まあちょっといろいろ先々行ってみたいと思います。もう4月になったんでナマコはダメですね、取ったら。ほい。春なんで名古屋フグおるかなと思ってたんですけど、もうちょっと入る予定だったんですが、2つだけか。ここオコゼも多いんでね、気をつけんといけんとこなんですよね。雨降ったんで潮目ですね。このざわざわってなってるのが潮目です。ちょっとまだ10分しか漕いでないですけど、貝殻行ったかもしれないので上げてみます。あまり通りたくないところを通ったかも。大丈夫でしたね。もうこのままつけましょうか。上げてみましょうか。一応10分ですけど、一応撮影しておきます。わお、10分にしてはすごい。針まで押し、石狩まで押し。ちっちゃいな。でもこれは美味しい方の石狩。ちゃんとパック詰めしてありました。イダコ。今度は急に船が進まなくなりました。減速が落ちた。上がるでしょうか。でも一応舵は効きますね。本当に上がらんときはもう舵も効かないんで。もう上がった。何なんでしょうか。ワカメかな。ワカメっぽいですね。春なんで海藻か。
これもよくあるあるですね。海藻が重い。船行かなくなったんで15分で上げましたけど、石金もまあチヌはある程度いてくれればいいですけど、あんまり多くなくてもいい。あ、こっちにも石金。今年なんかちょっと石金多いんですよね。レアな黒ゲタ。15分でこれならもういいんですけど、ちょっとやれるんかな海藻。まあ毎年なんですけど、海藻を振り落とすのか。はい、そうかえって筋トレしなくてもいい。夜のも大変そうですけど、ちょっとハードになりそうですね。また先に進んでみたいと思います。名古屋出てきましたね。でも出てくるの遅かったです今年。今日も4月2日ですけど、3月の終わりになってやっと見え始めました。でも最近見え始めまして、赤けたらもうキスまで見え始めましたね。やっと20分こげました。でもなんかもっこりしてますね。ばっかりですね。石が久しぶりに見た。難しいんですけど、こういうものが楽なんで、こういうものができる方がいいですね。あとはこういうものが軽いんで、こういうものがいってほしい。よいしょ。チヌはちょっともう半分ぐらいにしましょうか。拾うのは昼漁なんで、また夜来た時に取らせてもらうことにしたいと思います。よいしょ。ほぼもう逃がしで。名古屋フグ減りましたね。石金とかは順調にいるんですけど、ダメ。よいしょ。ちょっとさっきの西貝の方ちょっと行ってみましょうかね。西貝もね、今めっちゃ美味しい時で、産卵前でパンパンなんですよね、身が。みんなシャコに夢中なんで、西貝とか取ってくる人いませんから、ちょっとだけね、ちょっと西貝をちょっとだけ西貝方面に行ってみたいと思います。なんかやたら重かった。ダブルかな。西は見えとるけどみたいな感じですね。他のもんがヒラメもいましたね、こっちは。
よっ、なかなかいいヒラメ。これだけ砂がすくってあまり傷になってなくてよかった。ちょっと風が出てきました。でかいですね。しんどるやつかい死体です。いまいち。海から姿を消しているカレー類一つ。やばい。ちょっと小型でしたね。これはもう悪いかな。よいしょ。悪いか。まあここイカがいるとこなんですよね。今年はハリイカ2月から見たりして、どういう具合なんか知らんけど、今季4匹目です。重かった、非常に重かったですね。これは私をこいだのきつかったか。ちょっと西貝また狙ってみたんで、面白いでしょうね。名古屋が消えましたね、完全に。西は結構見えてます。ませんでしたが、どえらいのがいました。なかなかのでかさ。これはやばい。先日やられまして、右手が大変なことになりました。逆しをこいだだけに西貝はまあまあ身がパンパンです。今これなんか最高ですね。もうこっちの手前まで来てる身が。結構吹いてきました。もうあと数番で帰りたいと思います。おまけが欲しい。おまけ的なもの。えら。もう狂気ですねこれ。何周舞うんだなっていう。うわすっご。あれに叩かれて海落ちそうになったことも何度もあります。登った。お出た、やっと出た。チング消えましたね最後。よいしょ。よいしょ。あいら。
あと1万やってじゃあ帰りたいと思います。雨。何かおまけが欲しいところですね。怖えな。ここでゴールっぽいですけど、なんかおでかまたしても。いや、おまけ来ましたね。いやー、鈴木のおまけちょっと入りがいいですね。いい時間来たんでしょうね。まあ早い、潮が早い時間終わったんでちょうど。よいしょ。車庫までこんな方で。あ、完全に今からいい時間っぽいですね。どうしよう、もう一番やろうかな。悩みますねこれ。悪い時間何時間超えても意味ないですからね。でもかなりいい網でした。これは下手すると今日一じゃないでしょうかね。これ名古屋も多いし、めっちゃ多いし。どうしよう、かなりいいですね。本当もう一番しましょうか。ダメそう、これはダメそう。いらんとこを通ってしまいました。せっかくのいい時間なのに。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。網洗いながら帰ってたんですけど、危ねえ。よう逃げずに袋の口開けたまま水際でさばりながら帰ったんですけど、出てないという奇跡。ちっちゃくてもいいおまけなんで、ちょっとぬるぬる取れ気味ですけど、ナイス、よかった。本当におまけが2つさ、ラスト2つでちょうど塩返し4時間前をラスト2番目とラストがこうまたいでたんですよね。ラッキーでした。はい、お疲れ様でした。おお、すごい西だらけ。今日は、まああんまり多い方じゃないけど、大きいが。今日はちょっと違うものとできました。はい。チンコギなんで。はい。あら、いいだこ。ちょびっと。まあちょっとチンコギなので、車庫はちょびっと。ちょびっとです。おかげで。あ、こっちが、まあまあ。カニがでもおりまへんな。もっとおるかと思ったけど、やっぱり、全部下に移動したんかな。下の人は取ってきおるけどな。それかもうちょっとしたら出てくるんか。車庫エビオラン代わりにこれですな。はい。おお。はい。石狩も入ってる。入ってきたもん。あ、こちらもフグ。フグだらけですね。明日はまたのりあげるんで、はい。下手で行ってみたいと思います。はい。忙しいですね。明日は多分車庫。明日は多分車庫でしょう。また。見てほしいな。持ってほしいね。ヒラメ持ってほしいしね。はい。以上でした。お疲れ様でした。おおまけが追ってくれたんで、ここはおまけゾーンです。あ、また一つどうしようかな。イカと行こうか。おまけとイカ。ヒラメさんです。はい。鈴木一。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。視聴者さんからおすすめしていただいたお酒進めていきたいと思います。今日はですね、視聴者さんからおすすめしていただいた料理が洋風なので、食事と一緒に食べるわけではありませんが、マルスブレンデッドウイスキー by 南の風でいきたいと思います。友人がくれたやつですね、これは。じゃあ見てみましょう。鹿児島限定販売。ちょっと調べてみましょう。ハエトは九州地方で用いられる南風の呼び名。ピーティーな香味が楽しめるライトテイストなブレンデッドウイスキーです。ブレンデッドですね。ピーティーですか。
なるほど。ちょっと奥臭いやつですね。さあ、スコットランドのアイラに比べてどうなんでしょうか。お値段は2750円。お手頃。素晴らしい。もうとにかく何でも高いですからね。お手頃なのは嬉しいですね。ブレンデッドウイスキーのモルト&グレーンっていうの、この比率もできれば書いてほしいですよね。甘いけどウイスキー寄りの香り。バーボン寄りじゃないですね、香りが。今日も肉球にゃんこ氷でいただきたいと思います。色はまあちょっと薄め。注いだ時の香りは完全にウイスキー。アルコール臭強めです。でも 40%。いただきます。あっさり、ほんとライトテイスト。ピーティーといってもそれほどきつくないんで、ほんとライトで飲みやすいですね。あんまりピートだとちょっと鼻が利きすぎるんで、たまに飲みたくはなるんですけど、あまりピーティーなのはやっぱりちょっと水で薄めないと自分はきつく感じるんですが、これなら全然ロックでいけます。程よいピート加減。香りは熟成期間が短いんでしょう、いまいちですけど、2750円なら全然もう十分満足な味だと思います。今日の料理と全く関係ないんですが、ゆうじママさんのビーフジャーキーめっちゃ美味しいです。友人たちにも大人気です。ゆうじママさんの酒とばのチヌバージョンも美味しいです。ではモール貝のパスタです。でかい。モール貝すぎる。はい。モール貝すぎるって。視聴者さんにおすすめしていただいたモール貝のトマトソースパスタです。これからいる？チーズだ。粉チーズ？今朝直売所で買ったモール貝でトマトソースパスタをゆうじママさんが作ってくださいました。でももうなんかすでにこの匂いが来るんですけど、もうすでに美味しそう。このモール貝の出汁の香りもちょっとしてるし。そうなん。結構の出汁が出たそうです。でもチーズ振った方が見栄がいいかな。ちょっとチーズ振ってみましょうか。ちょっと見た目が綺麗になった。ではいただきます。ちゃんとなんと貝の出汁味がします。美味しい。ムール貝いただきます。貝柱がすごい。貝柱が歯と歯の間に挟がってものすごい、ちょっと弾力すごすぎて、貝柱の牡蠣に比べてムール貝あれですね、シワイ、ちょいシワイです。パスタ自体はもう完璧にうまいですね。ムール貝美味しいんですけど、最近落ち牡蠣が勝手に入るんで、網に牡蠣ほぼ毎日ぐらい食べてるんですけど、やっぱ牡蠣に劣るな。ちょっとやっぱりですね、落ち牡蠣って普通の牡蠣に比べて味劣るんですけど、ムール貝の方が味濃いけど、やっぱり自分は牡蠣の方が好きですかね。で、今日も落ち牡蠣入ってますんで、牡蠣いってみたいと思いますが、でもトマト後から足してるんでトマト味がついてないな、牡蠣。でも牡蠣匂い、やっぱり牡蠣の匂いが、ムール貝の香りもいい香りですが、牡蠣は牡蠣でいい香りですね。でもこれ牡蠣食べたらやっぱりムール貝の方が美味しいかな。味がついてるからかな、これ。牡蠣には牡蠣の良さがあり、ムール貝にはムール貝の良さがあるという感じでしょうか。ただ貝柱はムール貝の方が硬い、シワすぎるぐらいですね。あとそれとムール貝って言ってますけど、別種のムール貝です。近海で取れるやつ。寄島の直売所にムール貝売ってますので、興味のある方は買いに行ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。うまい。どっちが美味しかった？パスタにするんだ。ムール貝かな。牡蠣を最初からトマトソース味にしとけばまだ分からんけど、ムール貝の方がいいかもしれん。最近ここがお気に入りですね。